ウェルカムトゥプラネットオブフー。MC の豆助です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。夏場に食べたい料理。前回シンガポール在住のまどかさんからはフルーツの生春巻きやパンで挟んだアイスクリームを紹介。魚大好きのしょうこさんからは脂の乗った入梅イワシやマナガツオを紹介してもらいました。今回はその続きです。では続いてしょうこさん、他にあなたの夏場に食べたい料理はありますか？今の時期最高です。イサキ。このお魚はもう焼くともう最高に美味しくて、お刺身でも美味しいんですけど、すごく食べやすい白身で、皮目のところに旨味がしっかりついているので、この塩焼きがめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか見るからに高級そうだな。うわちょっと高級なものだったんですけど、今ちょっと気候とか海の感じが変わってきて、日本では年中ちょっと見られるお魚になりつつあって、今の時期にちょうど産卵の時期を迎えるんですけど、はい、運が良かったら卵とかが、出てきます、さばいてると。カルパッチョ、これがですね、マジックソルトかけて、オリーブオイルと食べると、これも美味しかったです。これ一人でもうペロッと食べました。すごいね、家族で食べるような分量だね。いやもう独り占めです。あゆみさんいかがですか？もう帰りたい。イサキも大好きなんですよ。塩焼き。そうなんですか。すごいいろんな種類の魚があるなっていうの。イサキって知らなかった。嬉しい。では続いてあゆみさん、あなたが夏場に食べたい料理は何ですか？スモークサーモン。こんな風にちょっとキュウリと一緒にサラダ風にしたりして、あとディルとかケイパーとかかなり相性が抜群で、それらを使ってドレッシングなんかを作ってで食べます。うわ、すごいよね。っていうかこれどっかから引っ張ってきた写真じゃないですよね。いや、これ私のご飯です。さりげなく肉が見えてるところがいやらしいぐらいにかっこいいんだけど、これだってめちゃくちゃインスタ映えするなと思って、はい、これはあゆみさん作ってないですよね？これも私が作ったんですけど。うわー、なんておしゃれなんだろう。なんか下北沢のカフェ行ったらありますよ、こんなの。ちょっと軽めに食べたいなっていう時は、こういう風にして、自分でブルスケッタみたいにできるように、これパンスライスして焼いてあるんですけど、ここに隣に置いてあるトマトのサルサ風の、それを上に乗っけて食べたりとか、スモークサーモンとキュウリ乗っけて食べたりとか。しょうこさんどうですか、この写真は？もう今日みんなだんまりするな。なんかため息なのか。おしゃれすぎてちょっとびっくりしちゃってて。で、あれだけ魚のことになると饒舌だったしょうこさんが今回黙りこ食ったからね。いや、じゃあ一つ言えるのは、これはスモークサーモンはトラウトサーモンですね。おー、素晴らしい。やったー。2枚目はもう完全にトラウトサーモンだなって思いました。グラブラックスって言ってスモークサーモンとよく似た感じなんですけど、もともとノルウェーとかで作られたもので、サーモンを漬け込んで、あとハーブとかでこうマリネした状態。ちょっとね、僕も調べたら、塩漬けみたいなのをされてるのがグラブラックスでしたっけ？そうですね。塩漬けとか、あとジンとかお酒につけてマリネするっていう感じで、で、その後でスモークをするらしいです。そういうことか。スモークはするけど、そこでなんか一回下味つけたのをスモークさせてる。そうですね。ということなんですか。グラブラックスのサーモンは、多分アトランティックサーモンですね。っていうのも北欧っていう場所で
調理されてるってことなんで、だとノルウェーとかが多いと思うんですけど、ノルウェーはアトランティックサーモンの大産地なので、トラウトサーモンも作ってるんですけど、数は少なめなんで、おそらくアトランティックサーモンかなって勝手に思いました。探偵証拠どこに目つけたわけ？身の色ですね。色とサシ。色が濃いと、トラウトサーモンになりがち。あと、アトランティックサーモンはサシ、油の量がトラウトサーモンよりもかなり多いので、このサシの入り方は多分アトランティックサーモンかなって思いました。全然今言われてもまだ分かってないんだけど。まどかさんなんかもう固まってるんだけど大丈夫？なんか遠い目してるから大丈夫かなと思って。スモークサーモンってマス使われてるんだって初めて知ったの。トラウトがマスだってこと知らなくて今まで。マスじゃないですか？あれはどう見ても。知らなかった。マスと酒の違いって同じじゃないですか？ですね、マスと鮭は違いないんですよね、実は。そうだよね。イルカとクジラもないのと一緒で、なくて、そうないんですよ、イルカとクジラもなくて。名前つけた人がマスって言ったか鮭って言ったかっていうだけなんですけど、本当に。そうや。クジラとイルカ明らかに違うじゃないですか。いや、これクジラっていうのっていうのとかもいろいろありますよ。大体大きさで、でかいのがクジラ、ちっちゃいのがイルカっていうふうに、なんか大体なってるんですけど、違いはないです。もう、はい、どうぞ。ニジマス。日本で林間学校とかの時にね、つかみ取りとかしたでしょ？あれって、身がね、白かったと記憶してるんですけど、こっちで買うニジマスってね、ピンクなんですよ、身が。なんでかなと思って、翔子さんなら。多分ですけど、そのニジマスは養殖されてますね、ピンクのニジマスは。ニジマスは、餌で、アスタキサンチンっていう、カニとかエビに入ってる、赤い色素があるんですけど、それを取り込むと身が赤くなるんですよ、サーモンって。なるほど。はい。だいたい養殖されてるサーモンはそれ食べて、身を赤くされてるんですけど、大体なんですけど、川に入ってるお魚のマスとかって白いんですよね。なんで天然で取れるニジマスとかは、ちょっと白っぽいかなって思います。俺そのラリー打ち返せないなと思ったの。すごい返したよ、スマッシュ返した。こんなことばっか考えてるんで、なんかすいません。娘が。息子さん帰ってきました。これがなんか世界の人とやってる感があっていいじゃないですか。では続いてあゆみさん、他に夏場に食べたい料理はありますか？プラウマンというものがありまして、プラウマンっていうのが農夫っていう意味なんですけど、農夫が要はお昼ご飯にいろんなものを詰めて持っていくっていうことから、イギリスのパブなんかで定番のメニューです。必ずチーズが入ってて、で、大抵基本は3種類。チルトンとカマンベールと、チェダーチーズ。チルトンだ。はい。あとは冷たいお肉、ハムだとか、そういうものが乗ってたりだとか、コッチエッグって言って、これも冷たいままなんですけど、このゆで卵が真ん中に入ってて、その周りにソーセージミート。で、それを、コロッケみたいな感じにして、揚げてあるんですけど、もうこれも冷たいまま食べる。冷たいまま行くんですか？もともとその農夫のお弁当みたいな感じで、っていうこともあって、もうそのまま食べれるものっていう。冷えたままでも食べれるけど、温め直した方がより美味しいんじゃないっていうのはないんですか？私もその発想で、たまに実は温めてますけど、私たまにグリルっていうの、オーブントースターみたいな、そんな感じになって、上にマヨネーズとかチュルチュルってやって、焼いたりとかしてますけど、もうそういう発想はこちらの人はない。もう冷えたままでいいんだ。はい、もうそのまま。むしろそっちの方が体冷やすっていうか、冷たいままがいいよっていう、そこに疑問は抱かないんですか？これ温めた方が。みたいですね。もうそのまま食べれるものはそのまま食べるみたいな感じですね。なんていうかな、とんかつでもそうだけど、ね、油物ってあったかい時が美味しくないですか？美味しいですね。ね、でもイギリスの人はその感覚がないんですね、じゃあ。
別に。そうですね。多分食べるものにこだわりが少ないんじゃないかと思うんですけど。いや、そういう意味で言うと、あんま旬だなっていうのはあんまないんですか？そうですね。今回なんでいろいろ考えてみたんですけど、特にその夏が旬の食べ物っていうものが、やっぱりあんまりなくって、どっちかっていうと、伝統料理が、冬に食べたくなるような料理が多いですね。オーブン料理とかね。うん、やっぱり暖かい日が少ないからっていうのが影響してるんだと思うんですけど。チップスは普通なのか。そうですね。じゃがいも大好きな国なんで、もう、じゃがいもの、食べ物がすごく多いですね。しょうこさんどうですか、これは。なんか色とりどりで、イギリスの料理っていうと、イメージで、やっぱお芋ばっかりっていうイメージだったので、なんかしっかり彩りもあるし、美味しそうなお料理ばっかりで。すごくいい。あれをあゆみさんの広いお庭のとこで食べて、しょうこちゃんのスライスしてくれたお刺身もカルパッチョとして一緒に食べたいなって。まどかさんの生春巻きはそこには生春巻きの皮だけ持ってる。はい、わかりました。では他にあゆみさん、夏場に食べたい料理はありますか？少し暖かくなると、必ず皆さんバーベキューをし始めて。暖かい日が少ないので、もうできるだけ太陽を吸収したくなるんですよね。なんで、もう暖かくなったらもうみんな服を脱ぎ出して、もう肌を露出させて、もう全面にこう吸収しようっていうことで、外に出だします。で、あとピクニック、するので、また温めないで食べれるものを乗っけていろいろ。はい。美味しそうだな。結構豪快な、バーガーともうソーセージ。で、これをパンに挟んだりとか、して食べることが多いですね、こっちの人は。ちょっと映ってたのコロナビールでしたね。コロナビールが安くて、水を買うより安いんですよね。へー。そう、コロナの、もちろんコロナの影響でね、名前が悪いから、安いんですよ。やっぱ関係あるんですね。売れ行きが良くないんだよ。ないです。だからもう1本100円しないんちゃうかな。安いな。あとポテトチップスここでもあるなって思って見てました。ポテトチップスはご飯のお供なんで、サンドイッチと一緒に食べたりとか。ポテトチップス？そうそう。私もたまにやるんですけど、卵サンド、チーズ&オニオンのポテトチップスを挟んで食べると、こう食感がこう、柔らかい食感と、カリッっていうのとで、味も結構マッチしてて、ちょっとやってみてください。サンドイッチ頼んだらポテトチップスついてくるお店ありますよね。あります、あります。うん。日本でもあるんで。多分俺そのメニュー見た瞬間、その店多分入ってないんだろうな。見たことないもんな、だって。って思うけどな。でもまあ、芋だと思えば、まあ、芋にまあ、サンドイッチ、まあ、合わないことはないのか。イギリス風なのかな。よくわかんないんだけど。では続いて他に何か夏場に食べたい料理はありますか？外に行きたくなるということで、こういうシーサイドに行く人がやっぱり多い。私らもまあ年に1、2回ぐらいかなは行くんですけど、海辺の街で大抵フィッシュ&チップスが売ってあって、で、それを紙に包んでくれたりだとか、あとトレイに入れてくれたりとかして、外でいただくと。なんか緑っぽいソースですけど、これは。はい。これは、北部の、イギリス北部でよく食べられてるマッシーピーズ。潰したビーンズ豆。はい。チリソースかと思った。違うよね。辛くないんですもんね。辛くないですね。塩味がついてて、赤い方がね、トマト煮みたいな感じで、ポテトフライのお供として必ず売ってて、選べるんですよね。マッシーピーズにするか、ビーンズにするか。カレーソースとかもあったりして。これ大きいんですよね、これぐらい。そんなでかいんですか？そうなんですよ。大きいんですよ。食べてももう減らないみたいな。なんかいいよね。歩きながら食べながら歩いて、あそこのシーサイドで。想像できる。夏になるとカラフルなアイスクリームバンが公園とかに止めてあったりとかして、で、そこでアイスクリーム買えるようになってます。こんな感じで。チョコレートのスティックが必ずついてくる。美味しそうじゃないですか、これは。またバッグの写真とおしゃれな感じになってる。こちらは何ですか？
こういうなんか貝とかが茹でてあるんですけど、ちっちゃいカップに入れて売ってるんですよね。シーサイドに行くと。それをなんでちまちま食べながら歩く。うん。貝だけなんですか、これ。貝だけですね、これ。なんかしじみとか、なんか。しじみっぽいですね、ちょっとね。うん。そんな大きくないですよね。うん、小さいです。逆になんで日本人はやらないのか、それそうですね。なのか、なんだろうな。子供はあんまり食べてるのは見たことないですけど、年中ビアフェスティバルっていうのがあるんですけど、冬だったら室内で、夏になると屋外で、ビアフェスティバルが、あちこちであります。で、こんな風に、樽がこう、並べられてて、味見とかもさせてくれる。もうそれこそ100種類とか、ビアフェスティバルとかもあって、芝生の上で座って。どれぐらい飲むんですか、皆さんというか、あゆみさんも。すごいですよ。いや、私は多分飲んでも多分5杯ぐらいだと思うんですけど、炭酸が入ってないんで、その自然発泡なんで、日本の普通のラガーのビールみたいに、シュワシュワしてないんですか？シュワシュワしてない。なんで、たくさん飲めます。リアルエールとか、薄い色から濃い色まで、本当にいろいろあって、度数も様々でね、10度とかあるようなものが、すごい濃厚で美味しいんですよ。で、常温で飲んだりするケースも多いんですけど、キンキンに冷やさずに。冷やしちゃうとやっぱり味がわからなかったりするじゃないですか。で、常温だと、ちゃんと味わえて美味しいです。うちの母親がね、ビール大好きで朝から飲んでるんだけど、大丈夫なんですか？その情報大丈夫？母親をね、一緒に連れてね、行ってみたいなって思った。まどかさん自身はどうですか、お酒は？私、お酒飲めないんですよ。あ、そうなんですか。そう、でも、寝れない時に飲んで、寝るって感じ。しょうこさんいかがでした？私も飲めないんですよ。あ、そうなんだ。間違った2人に聞いちゃったんだ。そう、私は料理酒もダメぐらいで。はい。まだ言うてもね、若いからこれからデビューするかもしれないから。そうですよね。いろいろ新しいね、新メンバーもこれからどんどん増えますんでね、皆さん楽しくやっていければと思っております。それでは今日はこの辺で皆さんさようなら。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。